不動産屋さんの階段へようこそ。これはとある日本の南の島にある男子高校の学生寮であった体験談です。お話をくださった方を仮に南さんとしておきますが、それは今から数十年前、南さんが高校2年生の時のことで、当時学生寮に入っていたそうです。学生寮は2階建てで、南さんの部屋はその2階の端にありました。それぞれの部屋は廊下の片側にあり、その廊下の向かい側は腰高のガラス窓になっていたそうです。つまり廊下を挟んで片側は各部屋のドアが並び、反対側は窓がまっすぐ伸びていました。共同トイレは南さんの部屋から一番遠い廊下の反対側の端にあったので、毎回そこまで行かなくてはなりませんでした。さて、それはある初夏の夜のことでした。週末でしたので、学生の半分ぐらいは寮から自宅に戻っていたので、寮内はとても静かだったそうです。南さんはその夜は早めにベッドに入り、深夜を過ぎた頃にはぐっすり眠っていました。しばらくして夜中の2時を回った頃、南さんは珍しくトイレで目が覚めてしまいました。眠いのにめんどくさいなとぼやきながら起きて廊下に出たそうです。この季節は昼間は暑いのですが、夜は涼しく少し肌寒く感じるぐらいでした。廊下は常夜灯と奥のトイレの前の非常灯だけが灯っているので、多少薄暗いのですが、廊下の端から端まで十分見えました。さて、南さんはその静まり返った薄暗い廊下を少ない明かりを頼りにトイレまで歩いていきました。そして廊下の一番奥のトイレで用を済ませて、また元来た廊下を自分の部屋へ向かって歩こうとしました。すると歩き始めてすぐ、南さんはふと背後に人の気配を感じたそうです。あれ、誰かなとなんとなく思い立ち止まって振り返ると、背後には誰もいませんでした。静かに青い非常灯が灯っているだけで、ああ、なんだ気のせいかと思い、また前を向いて廊下を歩いていきました。廊下の窓ガラスの外は真っ暗で、マジックミラーのように窓ガラスは歩く南さんの姿を映していたそうです。ところがさらに少し歩くと、南さんはまたなんとなく誰かが自分の背後にいるような感じがしました。まさかやっぱり誰かついてきてると少し気味悪かったので、さっと素早く振り返ると、やはり背後には誰もいませんでした。南さんはやっぱり気のせいかとほっとしたのですが、次の瞬間、心臓が凍りついたそうです。今南さんの真横の窓ガラスには自分自身が映っているのですが、そのすぐ後ろにもう一人女の子が映っていたのです。その少女は同い年ぐらいで、髪が長く白いワンピースを着ていたそうで、青白い顔で南さんの背後を歩いている姿が映っていました。南さんは全身震え上がりましたが、落ち着け落ち着けと必死に平静を装い、気づかないふりをして早足で慌てて自分の部屋に駆け込みました。そして震える手でドアを閉め、ベッドに潜り込み、朝まで一睡もできなかったということでした。さて、次の日に南さんが早速友人に昨夜の少女の例の話をすると、この寮生の複数がおそらく特徴から同じ女の子の幽霊を目撃していたことが分かりました。なぜ男子学生寮に女子の幽霊が現れるのかは謎ですが、不動産業者的に考えると、
この場所が学生寮になる前は一体どうなっていて何が立っていたのかが分かれば、その謎も解明できるのかもしれません。第2話。このお話は寮の怪談として再度ご紹介します。それは東北地方にあるとある国の行政組織の社会人寮で起きたお話です。その行政組織の具体的名称は提供者の要望でここでは伏せさせていただきます。さて、これは今から数十年前のことで、体験者の男性の方を仮名ですが葵さんとお呼びします。葵さんは当時20代で、その寮生活に慣れてきた頃だったそうです。その寮は学校のように広く、たくさんの人が住んでいました。鉄筋3階建てでしたが、エレベーターもなく、お風呂もトイレも共同で、何回も増改築をしていたそうで、それでもかなり老朽化しており、あちこち不具合が出ていました。特に各フロアの長い廊下の途中にある防火扉は重くなり、開け閉めが億劫で、通常は開けっぱなしでした。でも立て付けが悪いからなのか、誰も閉めていないのに、不思議にも勝手に閉まってしまうこともあったということでした。さて、そんなある夜のことでした。葵さんは前の晩ビールなどを飲みすぎたようで、夜中トイレに行きたくなりました。そこで長い廊下の一番先にある共同トイレまで行かなくてはなりませんでした。葵さんはしぶしぶ起き上がり、静まり返った廊下に出たそうです。寮の廊下は常夜灯だけが頼りなく灯り、暗闇に目が慣れない葵さんにはトイレまでの長い廊下は真っ暗に感じました。葵さんが自分の部屋のドアをそっと静かに閉め、さてトイレの方向に行こうと進行方向に振り向いた時でした。その長い廊下の少し先のちょうど中ほどに、一人の男性がまさに自分の部屋から出てきたようで、ポツンと立っているのが見えました。葵さんは、ああ、彼もトイレに起きたんだな、となんとなく思ったそうです。その男性とは15メーターぐらいは離れていたので、顔まではよく見えませんでしたが、薄暗い遠目でも自分ぐらいの若い寮生で、寝巻きは白い浴衣のようなものを着ているのが分かりました。するとその男性は葵さんに気がついたようで、頭だけ振り返り、その肩越しに葵さんに向かって軽く会釈をしたそうです。そこで葵さんも男性に会釈をし返すと、その男性はくるりと葵さんに背を向けてトイレの方向に歩いていきました。葵さんは何気なくその様子を見ていると、しばらくして男性はスーッと廊下の先の暗闇に吸い込まれるように見えなくなっていったそうです。葵さんはその様子に違和感があり、あれとは思いましたが、眠いし早くトイレに行きたかったので、あまり考えずにそのまま自分もトイレに向かって進んでいきました。そしてちょうどさっき浴衣姿の男性が立っていた地点まで来た時でした。葵さんはぎょっとしたそうです。目の前にはあの立て付けの悪い防火扉がしっかり閉まっていて、先には進めなくなっていたのでした。葵さんは、嘘だろう、さっきあの男性は普通にまっすぐここを歩いて先に進んでいったじゃないか、とわけがわからなくなりました。防火扉は鍵がかかってはいませんが、この重い扉を開けるには一旦立ち止まって余計な手間と時間をかけなくてはならないのです。
でもあの男性はスーッと廊下の先に消えるように見えなくなりました。仮に最初開いていて、あの男性がトイレに進んでいった後に自然に閉まったとしたら、音がするのでわかるのです。葵さんは全身鳥肌が立ち、ひょっとして自分は見てはいけないものを見てしまったのだろうかと怖くなりました。それでも葵さんは心を落ち着かせ、真夜中ですから音を立てられないので、防火扉を自分の体が滑り込める程度にだけ少し開けて、先のトイレに進みました。そして用を済ませましたが、トイレの中は誰もいなかったそうで、廊下でもあの男性とすれ違うことはありませんでした。そして帰りも防火扉をほんの少しだけ開けて戻り、扉は閉めたままにして部屋に戻ったそうです。そして結局朝まで葵さんは一睡もできませんでした。ところが次の日の朝一番でした。葵さんは愕然としたそうです。あの防火扉はいつものように開いた状態だったのです。ひょっとして他の誰かがあの後トイレに立ち、扉を全開にしたのかもと思いましたが、確認すると誰も防火扉を開けた者はいなかったそうです。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。